ロハロー、どうもどうも、マッドサイエンティスト系 VTuber のクレイザキアキラだい。皆さん、シミのついちゃった白いお洋服持ってませんか？白い服って本当にちょっとしたお茶のシミとか、首元の汗じみとかね、めちゃくちゃ目立ちますよね。でもね、洗濯しても落ちないし、そして諦めて捨ててしまう、かわいそうな白いお洋服。ちょっと待ったー！待ってください。まだ救えるんです、その白いお洋服。ということで、今日は白い洋服を救ってあげられる紅茶染めという素敵なハンドメイドをやってみるぞい。アキラは前にね、一度靴下を染めたことがあるんだけど、今回は T シャツとスニーカーの紅茶染めに挑戦。ぜひ最後まで見て、汚れてしまった白い服を救ってあげる方法を学んでってね。ではでは、実験開始。
ということで、今回は紅茶染めに挑戦してみました。個人的には T シャツの色合いはめちゃくちゃ好きなんだけど、スニーカーの方がちょっと失敗しちゃったかなって感じました。なので、ちょっと今回のね、反省点をまとめてみました。まず1個目の反省点としては、服の、事前チェックが甘かったかなと思ってて、T シャツの方は染める前、いろいろチェックはしてたんだけど、なんか身に覚えのないシミが逆になんか濃く出すぎちゃって、ちょっと普段着として着るにはちょっと汚れすぎちゃったかなみたいな、ちょっとそこの見落としが悔しかったかな。で、2個目としては、鍋がちょっとちっちゃかったのかなと思って、横には広かったんだけど、縦が足りなかったかなと思ってて、鍋小さすぎると結局洋服がかさばった状態で入ってしまうから、こう染め具合とかがこうちょっとこうまだらになっちゃうって言えばいいのかな。なので、もうちょっとこう深さがある鍋でちゃんとね洋服がこうかさばらずに、うまく染められる方がより T シャツとかね大きめのお洋服だと色が綺麗に出るんじゃないのかなって思いました。さっきもねちょっと言ったんだけど、スニーカーが今回紅茶染めにはあまり相性は良くなかったかなと思って、やっぱり紅茶染めって染める布の種類によって染まりやすいものと染まりにくいものがあるから、ちょっと今回のねスニーカーにはミスマッチだったのかな。でも実は紅茶染め以外にもコーヒー染めっていうものもあって、もしかしたらコーヒー染めだったらもうちょっと強く染まるかもしれないから、スニーカーはもう一回そっちの方で挑戦してみてもいいのかなって思いました。っていうのが今回の反省点かな。なんだけど、やっぱりね、色合いとかはすごく好きだったので、別の服でもね、またちょっと挑戦をいつかしたいなっていう感じです。もしね、アキラが今後白衣を、今着ているね、白衣を汚してしまった時には捨てずにね、紅茶染めをすれば、おしゃれな白衣になるっていうことですね。ということでね、皆さんもぜひ汚れた服があったら捨てる前にね、一回挑戦してみて、もしね、うまくいけばぜひぜひそれをまたね、私服として使ってもらえれば嬉しいなっていう感じだし、あとはアンティーク調が好きな方はね、ぜひ汚れてない普通の新品のものでもチャレンジするのもすごいいいと思います。皆さん素敵なティーライフをこの紅茶染めを使ってね、過ごしていってくださいませ。ということで、今回も動画を見てくれてありがとうでした。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。アキラにやってみてほしいという実験企画があれば、ぜひコメントで教えてね。それではまた次の実験で会いましょう。またね。バイバイ。